走行距離1万1400キロ、燃料代は0円、12ヶ月点検は約3万円でした。でもウインカーレバーの後付けが5万5000円程度、ローン金利は全部で22万5000円、補助金トータルは130万円の入金がありました。そしてポルシェのディーラー訪問回数が3回です。これが僕がテスラモデル3を1年間乗ったリアルです。環境に優しい、節電になる、 EV ってリセール大丈夫なの、知りたいことなんて山ほどあります。そんな表向きの理由じゃ説明がつかない補助金や環境性能の裏に隠されたテスラオーナーのリアルをお話ししましょう。1年365日、最高だけど最悪、矛盾だらけの1年記念レビュー始めましょう。皆さんはテスラといえば何を思い浮かべますか？ファルコンウィングドアのモデル X や銃弾をも跳ね返すサイバートラック、どれも特徴的ではありますが、現在のテスラのメインプロダクトは2つだけ。ミッドサイズ SUV モデルであるモデル Y、 そしてスポーツセダンとしてカテゴライズされるこのモデル3です。テスラは他の車と比べてデザインや構造がまるで違います。まず物理ボタンがほとんどありません。ハザードボタンが天井にあるくらいで、シフトレバーもなく操作は全てタブレット上で行います。駐車後にはシートベルトを外すだけで自動的にパーキングに切り替わってくれます。僕が購入したモデル3のハンドルにはウインカーレバーがないんですよ。2つのボタンに左右のウインカーが割り当てられてて、慣れると操作はしやすいんですが、ただハンドルを切るとどっちかわからなくなるので、とにかく使いにくいんです。でもこれは新型モデル Y の登場とともに復活しました。かなりのクレームがあったみたいで、現行のモデル3も復活しています。ちなみに僕は純正のウインカーレバーを別途購入し、わざわざ後から取り付けをお願いしました。でもこれがまさかのハンドルごとの交換になるみたいで、今は新しいハンドルが付いています。これによりウインカーレバーの取り付け自体はできましたが、ハンドルにあってウインカーボタンがなくなってレバーだけの操作となってしまいました。両方できるようになると思っていました。テスラは内外装ともに可能な限り無駄を排除したデザインで、スタイリッシュでかっこよく近未来的でとにかく気に入っています。しかし納車の時に担当の方から車両に関する説明が一切ないので、グローブボックスの存在を僕は半年間知りませんでした。物理ボタンもなくて開けれないと思ってたら、タブレット操作から開けることができたんです。トランクは物理ボタンやアプリなどでコントロールができて、荷室の容量も想像以上に大きく、機材などを十分に積載が可能です。さらにエンジンがないため、フロントにも収納スペースがあり、狭い駐車場などでは大活躍なのですが、このフランクだけはアプリかタブレットでの操作が必要です。これがね、ちょっとやっぱ少しめんどくさいかなと思います。そしてそもそも物理的な鍵もありません。一応バックアップ的な形でカード型のキーがありますが、自分がスマホを持っていれば近づくだけで解錠し、離れれば勝手に施錠されます。最近は Apple Watch とも連動して操作が可能で、通信環境があればどこからでもコントロールすることができます。約12万円のオプションで変更できるホワイトインテリアは車内を明るい雰囲気に照らし、1年間の使用でも特に目立った汚れなどは気にすることはありませんでした。天井一面をガラスで覆われたこのアコースティックガラスは圧倒的な開放感と静粛性、ルーフはほぼ 100% の UV カットを実現しています。ただ夏場はガラスが熱くなり、車内温度も熱くなりやすいです。僕的にはサンシェードを用意するほどにはストレスに感じていません。車内のアンビエントライトはカラーを自由に変更することができ、車内空間をおしゃれに彩る美しいインテリアで非常に気に入っています。購入時に選択できるブレードの種類はそれぞれ主に3つ。モーターが1つである RWD、そしてデュアルモーターかつ航続距離の長いロングレンジモデル、さらにスーパーカー並みのスペックを備えたパフォーマンスブレードというのがあります。僕はこの数年間でモデル3のロングレンジとパフォーマンスモデル、そしてモデル Y も新旧ともにたくさん走行する機会がありました。もちろん各グレードによって乗車体験というのは異なるんですが、テスラモデル3は何といってもパフォーマンス、スピードが最高です。電気自動車というのはエンジンを積んだガソリン車に比べてモーターが回るだけのシンプルな構造です。それにより音が静かで、アクセルを踏んだ瞬間にマックスの力を出すことができます。テスラ車は時速0から100キロまでの加速スピードをスペックの一つとして記載しています。モデル3は RWD モデルが 6.1 秒、ロングレンジモデルは約 4.4 秒、そしてパフォーマンスグレードではわずか 3.1 秒で時速100キロに到達します。これ初めての人は恐怖を感じるほどの速さで、正直気分も悪くなるレベルです。この加速体験は頻繁に使用するというものではなく、エンタメの一つに過ぎません。ここで伝えたいのは、テスラの電気エネルギーというのはもはやスポーツカーのように俊敏で、重厚なハンドリングと静粛性を提供してくれます。まるで右足とタイヤが直結しているかのようなレスポンス、これがね、完全に僕を虜にしました。もうね、本当にとにかく楽しいドライビング感覚です。僕はランドクルーザーを乗ってたくらい断然 SUV 派ではあったんですが、このスポーツ
EV セダンにドハマりしています。一つ伝え忘れていましたが、そもそも EV なのでクリープ現象というのがありません。アクセルを踏まない限り車は前進せず、アクセルを緩めることで減速していきます。ブレーキペダルもありますが頻繁には使用しません。基本的には片足のみのワンペダル走行です。この操作体験も慣れてしまえばめちゃくちゃ簡単だし楽ではあるんですが、1年間乗って感じたことは明らかにガソリン車よりも酔いやすい構造かなと感じています。それは EV 特有の回生ブレーキ、これも理由のうちの一つです。アクセルを離すとタイヤが回る力を使ってモーターが発電機に変わります。走っているエネルギーを電気に戻してバッテリーを充電することができ、ブレーキパッドが減りにくいというメリットがあるものの、足を離すとブレーキを踏んだような G が発生し、ワンペダル走行のコツを完全につかむのには少し時間がかかるかもしれません。とはいえ通常走行においては快適そのものです。車内は本当に静かでロードノイズも非常に抑えられています。テスラのステアリングはロックトゥーロックの回転数が約2回転と非常に少なく設計されています。山道や交差点、急なカーブでもハンドルを大きく持ち帰る必要がほとんどありません。ただ最小回転半径が約 5.8 メートルなので駐車場での小回りっていうのは全然効きませんね。そして運転支援として標準搭載されているオートパイロット機能、これは主に高速道路で前を走る車との距離を保ち、状況に合わせてスピードを自動で調節してくれます。カメラを使って車線を認識し、ハンドル操作によるアシストをしてくれて、車線の真ん中を常にキープしてくれる、そんな便利な機能を使用することができます。この東京から実家の大阪に帰るみたいな、そういった長距離移動がめちゃくちゃこれは助かっている機能です。音響も抜群に素晴らしく、15個のスピーカーと2台のサブウーファーを搭載しており、まさに走る映画館だと思います。ただ RWD モデルであればスピーカーが9個のみになるので、個人的にはここもロングレンジモデルを選ぶ決め手となったところの一つです。ただし SUV 特有の高い天井と広い空間があるモデル Y の方が音が反響する遊びが多くて、ライブ会場のような音響アンビエント感が優れているようには感じました。そしてさらに欠かせないのがネットワークです。テスラは車内に SIM が埋め込まれているので常にネットにつながります。 Google マップと連携したシームレスなナビゲーションはもちろん、あらゆる音楽アプリにも対応し、 YouTube や Netflix などのコンテンツをいつでも自由に楽しむことができます。遠隔で車内の温度確認やエアコンの起動、現在地の正確な位置情報の共有など、ほぼ全てのアクションをこのスマホ一つで起こすことが可能です。ただナビゲーション以外のストリーミングサービスなどでは別途1990円の月額料金が必要で、 Apple の CarPlay や Android Auto には現時点では対応していません。あくまで移動手段なので車内で頻繁にエンターテインメントを僕は楽しむわけではないんです。なので月2000円というこのサブスクはちょっと高いなとは感じています。でもテスラは圧倒的な OS のアップデートシステムが魅力です。随時最新のバージョンへアップデートをすることができます。最近ではアダプティブハイビーム機能や音楽に合わせてアンビエントライトが光る演出、イコライザーのプリセットでサウンドをカスタマイズしたりと、日々小さな進化をしていきます。こうしたアップデートにより朝起きたら別の車になっている感覚がたまらない、こういったところもテスラオーナーの中ではとても評価の高いポイントです。ただ確かに素晴らしいんですけど、アップデート方法が少し難しいんですよね。自宅から Wi-Fi を引っ張れるならそれで大丈夫なんですが、僕のように集合住宅に住んでいる場合はアップデート方法に必ず悩みます。スマホのテザリングでも不可能ではありませんが、車内で長期間待機するかスマホを車内に置いて出かける必要があります。アップデートを放置しても特に大きな問題はありませんが、一定期間を過ぎると Apple Music が再生できなくなってしまうんです。僕はこの1年間で2回このエラーを経験しました。最近は僕の会社でスターリンクを導入したのでアップデート問題はこれでほぼ解決したんですが、テスラさんお願いです。スーパーチャージャーにフリー Wi-Fi を置いてください。マジでお願いします。EV の購入を検討する方が一番迷うのは価格と充電インフラですよね。ここからは僕の実体験をもとに数字でしっかりと見ていきましょう。まずはバッテリーから。1年後のバッテリーの状態は約 98.6% です。バッテリー 100% の状態でだいたい約550キロ程度の走行を維持しています。充電速度については一概にまとめることができません。これはバッテリー残量や電圧の出力に応じて大幅に変わるためです。自宅充電をするやり方はいくつかあります。最もおすすめなのは公式のウォールコネクタを使用して最大 9.6kW の出力で充電をすることです。ウォールコネクタにつないでわずか30分程度でその日の消費分が回復していきます。一方、一般的な 200V の普通コンセントだと1時間で 15kW 程度しか増えません。自宅のブレーカーなどにもよってマックスの 48A で充電できるかというのは微妙なところです。でも最もパワフルに充電ができるテスラ社専用のスーパーチャージャーは別物です。バッテリー残量 20% から 80% までは約30分前後で完了してしまいます。その後 100% まではトータルで1時間程度で終了する形です。自宅充電となると基本的には時間がかかります。でも土日だけの走行だったり、活動範囲が都内で距離がそこまで多くないなど、状況次第でそこまで速度を重視しなくてもいいかなと思います。
ただ一つ厄介なのがバッテリーは走行せずとも減ってしまうということです。特にセントリーモードという駐車中に周囲を監視して異変を検知した際にカメラが録画を開始するというような機能があります。これをオンにしてるとバッテリーがみるみる減っていくんですよ。ショッピングモールなどの駐車場で1日止めているとそれだけで 5%、10% と減ることも少なくはありません。さらに夏場などで車内が暑くなりすぎるのを防ぐためのオーバーヒートプロテクションという機能がオンになっているとこれも激しくバッテリーが消耗してしまいます。僕のおすすめはエアコンは作動させずに外気をキャビン内に循環させるだけの設定にするのがいいかなと思います。このように最初は戸惑うことも多くて何も知らないと充電がみるみる減っていって電気代をかなり損してしまいます。このあたりの説明がね納車時に本当に欲しかったところです。では参考までに僕の購入金額と維持費について見ていきましょう。僕の購入金額およびローン金額はこの通りです。法人名義で購入しているのである程度はキャッシュを守りたく金利を払っていますが、僕の場合は購入時の特別キャンペーンで大きな恩恵を受けています。なんとね5年間スーパーチャージャー無料です。僕の答えは納車から5年間スーパーチャージャー利用時一切費用がかかりません。正直これはねマジでお得です。スーパーチャージャーの充電代はだいたい1回で 2,3000 円程度。スーパーチャージャーだけで運用した場合5年間で約33万円分の電気代がタダになります。ガソリン車から乗り換えると燃料代だけでも50万円以上浮くような計算です。テスラはこのようなキャンペーンを年度末の1月から3月ぐらいにかけて行うことが多いので可能なら購入タイミングを調整できるといいと思います。最近だとゼロ金利や3年間チャージャー無料キャンペーンなどを実施しています。日本の CEV 補助金というのがあってこれが非常に高額でありがたいんですが、これは常に予算枠や年度ごとのルール変更の影がつきまといます。4月以降に補助金制度がどう変わるのか、不透明な時期の3月末までに登録を完了させることを条件にキャンペーンを打つということで検討客の背中を押す、そんな狙いがあるはずです。日本の補助金制度は毎年ルールが変わります。実はテスラも2024年には充電インフラの貢献度が低いという理由で減額の洗礼を受けています。でも2026年度は EV 普及を加速させるためにテスラ社の補助限度額が最大127万円規模まで引き上げられています。これはかなりの増額です。だから結局僕たち消費者がコントロールできる範囲というところではないので、欲しい時が買い時という考え方では僕はあるのですが、ある程度こういった毎年のサイクルを知っておくといいかもしれません。僕のモデル3のロングレンジモデルは初期費用と全て合わせて総額約652万円でした。2025年3月の納車で CEV 補助金が85万円と東京都からの45万円の補助金合計130万円を受け取り、実質約522万円で購入できたことになります。今年度であれば RWD モデルだと約531万円から CEV 補助金額127万円、さらに東京都の40万円を引くと実質300万円台で購入できる計算となります。しかも今年度の7月1日以降の車両登録から東京都の補助金が増額となり、実質334万3000円から購入することが可能になりました。どうかな、全然高級車というよりかは結構手が届きそうな価格になってきませんか。駐車場代は月3万円、保険料は8等級なので月2万880円かかっています。先日行った12ヶ月点検の費用は消耗品合わせて約3万円程度でした。個人の要望であったウインカーの交換は省いています。オリコローの手数料は年利 2.4%、4年払いで22万5300円です。充電代は一度も払ったことがありません。総合的には本当に気に入っています。高価すぎずに価格以上の価値を感じるプロダクトクオリティと乗車体験です。スーパーチャージャーも都内周辺であればかなり多くの場所にあります。もちろんガソリン車に比べたら充電はめんどくさいし、チャージャーまでのアクセスを考えると毎回1時間程度は必要です。でもスタバで飲み物を買ってゆっくりパートナーと車内でネットフリックスを見るこの時間は何にも代え難いものです。乗車から充電までの全てがエンターテインメントです。そしてテスラ社の盗難率は極めて低く、圧倒的に優れたセキュリティシステムで日々の生活も安心して過ごすことができています。特にドッグモードという空調モードでちょっとした数分の用事であれば愛犬にも快適に過ごしてもらうことができます。ここ最近都内で本当にテスラを見る機会が増えてきました。続々とテスラストアもオープンしていて、スーパーチャージャーの設置数も日本国内で147箇所、合計700機を突破したとのことです。補助金と売上をインフラに全力で投資をしていて、テスラオーナーとして今後の展開も非常に楽しみです。ここまででいいところも悪いところも率直にレビューしてきましたが、まだ一つ最重項目といえる部分をお話しできていません。それは自動運転と AI です。 FSD、 フルセルフドライビング。これはテスラが開発提供する完全自動運転を目指す高機能な運転支援ソフトウェアです。
2024年から2026年にかけて大きな技術転換を迎えています。 FSD は何十億マイルにも及ぶ匿名化された実世界の運転データを使用して学習し、 AI が自ら学ぶシステムです。この FSD というのは国によって道路の交通ルール、さらにはドライバー特有の暗黙の了解が大きく異なるため、グローバル展開には各地域へのローカライズが不可欠です。360度の視界を確保する車載カメラがあることで、テスラが自分の代わりに駐車場から自分のいるところまで迎えに来てくれて、自分の代わりに長距離でも運転してくれるし、自分の代わりに駐車もしてくれます。アメリカではテスラを購入した方の自宅まで自ら行き、全てセルフでの納車を済ませるんです。これが日本ではまだ使えません。FSD が使えないテスラはいわば最新の iPhone を買ったのにまだ通信プランが始まってないような、そんな状態です。確かにハードウェアは最高です。でもこの車の真の価値である自律走行というソフトウェアがまだロックされています。納車後1年間待ち遠しかったけど、でも少し希望が見え始めてきました。2025年後半からテスラは日本国内の公道でも FSD のテスト走行を本格化させています。これは日本の複雑な道路環境を AI に学習させ、日本専用のモデルをチューニングするための重要なステップです。仮に日本でも導入される際は、まずは米国と同じ監視付きのレベル2として扱われるはずです。これはシステムが運転を操作しますが、責任は常にドライバー側にあって、ハンドルに手を添えておく必要があります。事故をすればドライバーの責任です。現在テスラの監視付き FSD の事故率は人間が運転する場合の数分の1、約530万マイルに1回という統計が出ており、一方で人間は約66万マイルに1回は大きな事故を起こす、そんなデータが出ているそうです。道路を走る全ての車が自動運転になれば、不幸な事故の多くが消えるかもしれません。ちなみにこの FSD はテスラ車を買えば無料で使えるというものではなく、87万1000円のオプション料金となります。高すぎる。隣の韓国でもレベル2の FSD の提供が開始されました。本当にね、日本の提供を待つばかりです。ただ皮肉なほどに FSD が未上陸だったおかげで、僕はテスラのスポーツカーとしての側面を存分に味わうことができました。やっぱ僕はね、自分の手で運転するのが好きです。自分の手でこの加速をコントロールして思い通りの走行をする瞬間に何者にも代え難い高揚感を感じています。あまりにもモデル3のスポーティーな走りにドハマりしてしまって、ポルシェのディーラーに何度か行ってしまったのは内緒です。というわけで1年間乗った結論を最後にまとめていきましょう。僕はテスラが大好きだし、本当に買ってよかったと思います。でも本当に合理的に考えるなら、まだ EV はやめておいた方がいいかもしれません。2026年現在は世界的な EV シフトがちょっとつ盲信な全方位シフトから地域ごとの現実路線へと大きく変化している気がしています。中国市場では普及率 60% 以上と、もはや EV シフトではなく EV 化が完了したに近いような段階ではありますが、欧米では数年前まで2023年までに全社 EV 化、そんな目標を掲げていたメーカーが相次いで目標を下方修正しています。アーリーアダプターに行き渡った今、充電インフラの不足やリセールバリューへの不安を感じる一般層で普及が停滞していたり、トヨタの戦略が正しかったとみなされるようなハイブリッドの再評価というのも最近は目立っています。少し前のホンダの決算報告も結構衝撃的ではありましたよね。そんなこの逆風の中でテスラは戦略を大きく変えています。車を売る利益よりも FSD やロボタクシーによる収益化を重視しています。実際去年にラグジュアリーでフラッグシップモデルであるモデル S や X の新規受注が止まって、2026年現在は中古市場や在庫のみの販売となりました。これは日本限定ではなく全世界規模での生産終了です。今年の第2四半期をもってモデル S と X の歴史に幕が閉じられます。モデル S と X はテスラの売り上げのわずか数%に過ぎません。フラッグシップとしての役割は終えて、今後はより安価なモデル3と Y、 そして自動運転専用のサイバーキャブ、ロボタクシーにリソースを集中させる戦略です。最大の理由が工場のスペースをロボットに譲るためだそうです。テスラが AI 企業を名乗る最大の根拠が人形型のオプティマスです。でもこれはここで話すと終わらないので、この辺にしておきましょう。実際に4月からついにハンドルもペダルもないサイバーキャブロボタクシーの生産が開始されたようです。ハンドルを捨てた車が生まれます。そんなタイミングで僕はあえてこのハンドルがあるモデル3をレビューしています。EV かガソリンかという比較はもう古いかもしれません。自分の意思でハンドルを握り続けたいか、それともシステムに身を委ねる未来を先取りしたいのか、ここなのかなと思います。結果的に僕はポルシェを購入したわけではありません。それほど自分で運転する楽しさを大事にしたいと、そう感じた一歩だったんです。日本の複雑な路地や繊細な交通ルールにテスラの AI がどう立ち向かうのか、それが解禁された時、 EV かガソリンか、そんな議論が終わり、人間か AI かという本当の議論が始まるかもしれません。
これが1年間乗って分かったテスラという自動車メーカーの正体です。今ようやく日本でも FSD の足音が聞こえ始めています。ハンドルを握る喜びをかみしめられる時間はあとどれぐらい残されているのでしょうか。次のアップデートが来た時、またここで動画にしましょう。この動画が面白かったら友達や家族にシェアしてあげてください。テスラの紹介コードも概要欄に置いておきます。新車購入の時に特典を受けることができます。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。